皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはアメリカによるウクライナへの武器供与。今回発表されたのは規模として過去最大であると同時にゲームチェンジャーと呼ばれるような兵器を含むものであるといったことが大きな話題を呼んでいます。今後の戦況を左右するという意味でも重要な武器支援の節目となるであろう内容だったことから、今回はどのような兵器がアメリカから渡り、それによってどのように戦況に影響を与えるかといったことを解説していこうと思います。それではどのような内容なのか、まずは報道から見ていきましょう。ロシア兵死傷者8万人か。アメリカ、ウクライナに1350億円追加支援。アメリカ国防総省は、ロシア軍が2月24日に始めたウクライナ侵攻で、これまでに兵士7万から8万人の死傷者を出しているとの推計を明らかにした。ウクライナへの10億ドル、日本円で1350億円規模の追加軍事支援も発表した。コリン・カール国防次官は記者会見で、ロシア軍がウクライナでの戦闘で3000から4000両の装甲車を失ったとみられるとも指摘した。ロシア兵死傷者の多さは、ロシア軍がプーチン大統領の目標を何も達成できていないことを考慮に入れると、かなり驚くべきことだと述べた。アメリカ政府によるウクライナへの追加支援は、アメリカがすでに供与している高機動ロケット砲システム、ハイマース用の砲弾や地対空ミサイルシステム、ナサムズ用の弾薬、携帯型対戦車ミサイルジャベリン1000機など、155mm 砲弾7万5000発、120mm 迫撃砲システム20機と弾薬2万発、装甲医療車両50台も含む。表だった武器供与も過去最大規模だったわけですが、発表されていない内容についても今回は話題になりました。対レーダーミサイルのウクライナへの供与、アメリカ国防総省が初めて認める。アメリカ国防総省は、アメリカがウクライナに対し、ロシアのレーダーシステムを標的にするための対レーダーミサイルを供与したと明らかにした。国防総省がこれまで未発表だったミサイルをウクライナに供与したことを認めたのは今回が初めて。コリン・カール国防次官は記者会見で、アメリカがいくつかの対レーダーミサイルを送ったと述べたが、具体的な数量や正確な時期については言及しなかった。カール氏はまた、どのような種類の対レーダーミサイルかについても明らかにしなかった。しかし、国防当局者は CNN の取材に対し、供与したミサイルは AGM-88 だと明らかにした。アメリカ空軍によれば、射程距離は48キロ超で、アメリカがウクライナに供与した兵器の中では、射程距離の長い武器の一つ。このミサイルは、S400 のようなロシアの対空レーダーシステムを標的にすることが可能だ。S400 によって、ウクライナ空軍は領空で広範囲にわたって活動することが困難になっている。ロシア軍がウクライナの大口径の火器を標的にするために使用している対砲兵レーダーを標的にすることも可能だという。カール氏は、対レーダーミサイルはバイデン大統領が承認した軍事支援の一環で供与されたと明らかにした。しかし、7月1日まで遡る直近5回の軍事支援では、対レーダーミサイルについての言及はなかった。カール氏は、アメリカがウクライナ空軍の既存の戦力を維持し、能力を高めるために多くの取り組みを行っていると説明。旧ソ連時代の戦闘機であるミグ29を維持するための予備の部品を送っているとも述べた。というわけで今回発表された報道でのポイントは、まず第一に、これまでで最大規模の総合的な支援が発表されたということ。そして、表立って発表されていなかった武器供与として、対レーダーミサイルの提供が今後の戦局に大きな影響を与える可能性があることをこの後解説していこうと思います。なお、今回対レーダーミサイルをアメリカが供与したのではないかと話題になった理由というのは、ウクライナの戦場で対レーダーミサイルと思われる残骸が発見されたからです。アメリカが供与したとされる AGM-88 は空対地の対レーダーミサイルです。戦車や装甲車を狙うのではなく、電波を出しているレーダーに対する攻撃兵器です。基本的には空対地ですから戦闘機などに搭載するものです。しかし従来であれば NATO 規格ではないウクライナ軍の戦闘機にそのまま搭載することは難しいと考えられていました。しかし実際に供与してすでに使われた可能性があるということなので、おそらくは発表されていないところでウクライナ空軍に対する戦闘機の改造などもアメリカは支援していた可能性があります。では、対レーダーミサイルが狙う兵器といったものとしてどのようなものが挙げられるか。記事の中でも触れられていましたが、ウクライナの領空を大きく威圧しているのが
ロシア軍の大型の長距離対空ミサイル S400 です。射程距離は搭載するミサイルにもよりますが、250キロから400キロと非常に広大な範囲に対して睨みを利かせることができます。まず最初に、アメリカによる武器供与といったものが定期的にずっと続けられていることは非常にウクライナにとっては心強いものです。このように定期的にしかもまとまった規模の武器支援を行っている国は他にはありません。しかもこの武器供与はこれまでご紹介したようなレンドリース法、武器貸与法に基づくような何か貸し付けによって武器をウクライナに渡しているわけではなく、基本的には供与、プレゼントです。ですから武器がどんどんと送られることによってウクライナがお金の支払いに苦しむといったことは発生していません。このような兵器供与ができる国というのはアメリカ以外にはちょっと考えられないわけですから、アメリカを敵に回してはいけないという逆の意味でもアメリカの底力を感じさせる出来事だと言えます。そしてハイマースに続いて戦局に大きな影響を与えるであろうと考えられるのが、今回表立っては武器供与のリストに入れていなかった対レーダーミサイルを供与し始めたということです。対レーダーミサイルというのは基本的には電波を発信することによって航空機などを発見する、そうしたレーダーなどに対する特化した攻撃兵器です。記事の最後にご紹介したような対空ミサイルシステムというものが健在であれば、それによって戦闘機などの行動範囲は非常に限られてしまいます。ですから現在のウクライナ領空においては、ウクライナ軍のレーダーも対空ミサイルも健在で、ロシア軍の方も同じくレーダーも対空ミサイルもあることから、どちらにとっても空を完全に制圧しているような状態ではありません。そのために両軍の戦闘機もヘリもどちらにしてもレーダーをかいくぐるような形で超低空飛行を行う形で戦闘に参加するような形になっていて、本来の力を発揮できているわけではありません。しかしこのようなことになっているのは、そもそもロシア側の方にはこうした対レーダーミサイルがあったはずなのです。そろそろ本格的な侵攻が始まってから半年が経とうとしているにもかかわらず、ウクライナ軍側のレーダー施設や対空ミサイル網といったものが健在であるということは、すでにロシア側はこうした対レーダーミサイルを使い切った可能性があります。一方でウクライナ軍側の方にこうしてアメリカから供与が始まったということは、基本的にはどちらの方が有利になるかといえば、当然のようにこれから供給が本格化していくウクライナ軍側の方が有利に決まっています。前線における対空レーダーの防空網というものがなくなれば、当然のように戦闘機は自由に動けることができます。もちろん警戒しながら動くということもあって、極端に何でもかんでもできるというわけではありませんが、しかし少なくとも対レーダーミサイルを使うことによって一時的でも航空優勢というものを確保することができれば、これまでのような砲撃戦主体の戦いといったものではなく、航空戦力がどれだけ投入できるかによっても大きく戦況を動かすことができるのです。例えば対レーダーミサイルを使うことによって前線でロシア軍の防空網が機能しなくなったとしたら、戦闘機が高高度から攻撃を行うことができます。これまでの超低空飛行での戦線への参加というのは、歩兵による地対空ミサイルの攻撃に遭う可能性がありました。例えば歩兵の持っている地対空ミサイルの射程距離が5キロだとしましょう。しかし戦闘機がそれよりも高いところに飛んでいれば、歩兵による地対空ミサイルからの脅威といったものは全くありません。ですから対レーダーミサイルを使うことによって、レーダーがなければ大型の地対空ミサイルも歩兵の使う地対空ミサイルもどちらも一時的に麻痺したような状態になって、空に対する守りが一気に剥げ落ちることとなるのです。そうした意味で対レーザーミサイルというのは、ハイマースによる遠距離攻撃に続いての戦況に大きく影響を与える兵器となり得るものです。ただしここで一つ注意ポイントがあります。現在ではハイマースによる攻撃は非常に大きな戦果を上げているわけですが、ハイマースが供与され始めた頃というのは決して今のような大戦果が見込めるといった状況ではありませんでした。なぜならば当初供与された数というのはあくまでも4機にしか過ぎず、これでは兵器の質としては高いけれども明らかに数が少なすぎるといった問題があったのです。現在ではアメリカによる供与といったものが進むことによってハイマースは16まで増え、さらにプラス4両が予定されています。他にもイギリスやドイツからも多連装ロケットシステム MLRS の供与といったものも始まることが発表されていますから、
基本的に戦力としてはかなりのものになりつつあります。それと同じようにして、今回供与が始まった対レーダーミサイルについても、当初数が少なすぎるというのであれば、当然のように質はいいんだけれども、数が足りないために戦果が十分上がらないといったことが考えられます。ウクライナ空軍の戦闘機といったものは決して大量にあるわけではありませんし、また、もともと使えるような戦闘機であったわけでもありません。ですから、アメリカが使えるようにシステムを改修したといったものはきっと少数なはずです。ですから、今後大きな戦果を上げるためにはおそらく時間は少しかかることでしょう。しかし、ハイマースがそうであったように、アメリカが順次武器供与を発表するたびに少しずつそうした戦力は増強されていくはずですから、対レーダーミサイルがとても戦況に影響を与えたよという話ができるのもそう遠くはないと私は思います。今回のニュースは、総じて言えることはアメリカによる武器支援といったものは非常に心強いものだということです。逆に言えば、アメリカ以外からの武器供与といったものがもっと目立つようなことになれば、戦況はもっと早くウクライナ軍の方に優勢に傾くはずだと私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。投げ銭機能のあるところではぜひとも投げ銭機能もご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。